初めての定期テストが返ってきた。英語、学年24位。数学、クラス10位。進学クラスでは、決して悪くない順位だった。答案を受け取って席に戻ると、同じクラスの子が不意に話しかけてきた。ねえ、かなってさ、D 組の剛と同じクラスだったんでしょ？ 1 年と2年。そうだけど。今ね、私の友達が剛の隣の席なんだけどさ、この前、授業中にうっかり、かなって言ったことあるんだって。しかも、なんかキョロキョロして、あれ、今日いないのって聞いたこともあるって。笑えるよね。まだかなのこと、そばにいると思ってたのかな？彼女は冗談めかして笑い、すぐに別の話題へ移っていった。でも私は、何も言えなかった。胸の奥が、ぎゅっと苦しくなった。彼の中に、まだ少しでも私の名前が残っていたこと、不意に呼ばれた、かな、という、その一言、たったそれだけで、こんなにも心が揺れるなんて、名前は、呼ばれるだけで、涙になることがあるんだと、私はその時、初めて知った。もしあの日、ほんの一瞬でも彼が私のことを思い出してくれていたなら、もし、今日いないのって、本当に私を探してくれていたのだとしたら、私は、まだそこにいたかった。隣の席じゃなくてもいい。せめて、見える距離に。けれど私は、また、何もなかったふりをして、ノートを開いた。ただ、前を見ていた。好きという気持ちは、消せない。時間で薄れるわけでもない。隠せば隠すほど、深く沈んでいく。それでも、私は前を向こうと思った。もし、届かないなら、見ないように。もし、忘れられないなら、せめて遠くへ。私は、もう一度だけ深呼吸して、明日の予定を手帳に書き込んだ。進学模試の日付、提出物の期限、次の授業の予習内容。書けば書くほど、胸の奥に沈んでいく感情があった。でも私は、黙って、ひたすら書き続けた。放課後の教室に、静かな夕方の光が差し込んでいた。模試が近いから、私は一人、進学クラスの机に向かい、復習をしていた。突然、かな。聞き慣れた声に、私はびくりと顔を上げた。そこに立っていたのは、剛くんだった。ねえ、かな、作文の宿題、ちょっと手伝ってくれない？不意の言葉に、手から鉛筆が滑り落ちそうになった。職員室前の掲示板見てきたらさ、卒業文集のやつ、出てて、将来の夢、600字、マジで無理。でも、どうして私に？だってかなって文章得意だろ。昔も教えてもらってたし。昔、という言葉が、胸の奥でそっとうずいた。距離を置いたのは、私の方だった。何も言わずに、静かに遠ざかったのに。なのに、こうして不意に目の前に現れて、あの頃と変わらぬ声で、名前を呼ばれると、心が追いつかなくなる。いいよ。紙、出して。そう答えながら、私は震える手でノートをめくった。彼と並んで作文に向かった時間は、ほんの20分ほど。でも私には、それが永遠にも、一瞬にも思えた。将来はまだ決まってないけど、誰かの役に立てたらいいな。剛くんは、不器用な言葉でそう言った。私はそれを、なるべく淡々と、でも彼らしさが消えないようにまとめていった。さすがかな先生、マジ助かった。彼が無邪気に笑った。明るくて、ちょっと不器用で、でも優しい。いつも通りの彼は、何も変わっていなかった。かな、この現代文の課題、あれってさ。ねえ、かな、社会のレポートはどの資料を使った？これからも、
剛くんは何度か教室に顔を出した。少しずつ、会話が自然に戻っていった。ただ、かな、と呼ばれるたびに、その一言がまた私の胸に波紋を落としていく。そして、ある日のことだった。私は一人教室に残り、模試の対策に問題集を開いていた。わからない箇所に付箋を貼りながら、無心でページをめくっていく。進学クラスの空気は、もう、戦い、の色を帯びていた。その時、かな、また、来ちゃった。ドアの隙間から顔を覗かせた剛が、笑いながらプリントを手にしていた。統計グラフ、マジ意味わからんすぎて。いいよ。ちょっと見せて。私は隣の席を指さし、彼はそこに座った。しばらく私の机を覗き込んでいた剛が、不意に言った。かな、試験勉強、大変なの。一瞬、言葉が詰まりかけたけれど、目をそらさず、小さく笑った。ちょっとね。剛は、ほんの一拍だけ視線を伏せて、それから口角を上げた。そうか。かなって、やっぱりすごいよな。ちゃんと前向いてる。ありがとう。でも、大変だよ。やっぱり、その言葉を最後に、彼はプリントを手元に引き寄せて、立ち上がった。そうか。そりゃそうだよな。じゃあ、またな。彼はそう言って、背を向けて教室を出て行った。次の日から、剛はもう来なかった。声も、足音も、彼の気配が、この教室に近づくことはなかった。距離というのは、音さえ吸い込んで、静かに、確かに、隔てていくのだと知った。